西方はもしかして肉食系男子説ある？皆さんお元気でしょうか？スージーと申します。今回はからかい上手の元高木さん277話の感想を話していこうと思います。よろしくお願いします。今回もすごかった。今回の話さ、前編面白いのに加えて、後半がね、ちょっとね、やばすぎてね。まさかの西方家の夜の事情が、みたいな、てんてんてんみたいな。いや、今回の元高木さんはね、なかなかにちょっとドキッとさせるようなセリフがね、てんこ盛りでしたね。というわけで、今回も早速行ってみましょう。さて、からかい上手の元高木さん277話は、入れ替わりでした。見てください。この稲葉先生の元高木さん。いつもと構図が全然違いますね。床に寝転ぶ元高木さん。いやー、寝転んでいるのか、いや、そうじゃないのかってのはね、話の流れで分かってくるんですけども。まあ、いい表情してますよね。めちゃくちゃ美人。超美人。で、この鎖骨、やばいよね。いや、この姿勢は赤いよね。いやー、西方おいおいやってんなーって感じのね、あれなんですけども、早速中身に行きましょう。まずは1ページ目から。冒頭1ページ目、お父さんとチーの頭と頭がごっつんこってね、めちゃくちゃ痛そう。がっつりぶつかってんのマジでちょっと痛そうなんですけど。そんな様子をね、ぽーっと見ているお母さん。そしてチーとお父さんに電流走るチーたち。入れ替わってる？まあそんな二人のやりとりをさっきと同じような感じでぽーっと見てる元高木さんがちょっと面白いんですけど、個人的には。で、この後もさ、チーがお父さんで、俺がチーにって説明してるところが結構面白いんですけど、もうこの時点で入れ替わってねえじゃんっていう。で、まあこの後のチーちゃんが超絶可愛いですよね。100点満点の笑顔で入れ替わっちゃったーって言ってるね、チーちゃん超可愛くないですか？いやー、とっても楽しそうで何よりです。で、この後の元高木さんもさ、笑顔で大変だねーってね。この流してる感じがね、もう完全にもう即バレしてんじゃんってのが超面白いんですけど。いやー、お母さんいい笑顔してますよね、ここ。で、この後、ちーちゃんに突っ込んでる元高木さんの表情ちょっと良くないですか？いやー、とてもね、優しい笑顔でね、指摘してるところがね、とっても可愛くて美人で好きなんです。もうこの時点でからかってんなーがね、ちょっと発動してるんですけど、まあ読んでわかる通り、入れ替わり作戦でお母さんをからかおうという算段なんですけど、いやー、よく思いついても実行したなーって。まあそこがね、すごくいい家族だなって感じがするんですよね。お父さんとちーちゃん可愛いな、本当に二人とも。で、お母さんに口調を指摘されたちーちゃんが早々にさ、入れ替わっちゃった。ぜって言ってのがね。で、この後のちーちゃんの語尾超可愛いですよね。もう何かにつけて、最後に、ぜをつけたらなんかお父さんになる説。お父さんが〇〇だぜなんて言ってんのね、聞いたことないんですけど。で、このぜでね、お父さんと認識するお母さんよ、また。まあまあ、からかう気満々なんで、ナイスアシストなんですけど。で、この後この4ページ右上のお父さんさ、謎に可愛くない？これ、梶さんにこのセリフ超言ってほしいなーってめっちゃ聞きたいですね、このセリフ。いや、お父さんのセリフで過去一可愛いですよね、きっと。まあね、大好きなマナ娘のちーちゃんのことだからね、もう完コピするのもお手の物ですね。で、この後お母さんに上手って言われて、ドヤ顔してるんですけど、上手って言われてる時点でもうバレてんじゃん。これさ、やっぱり、普通に読んでるときは、ちょっと流してたんですけど、なんか、いざこうやって喋るとさ、超面白いな。ここ。この後もさ、ちーちゃんがさ、チーみたいって言っちゃってんのもうダメじゃん。全編通してダメじゃん。まあこれも愛情のなせる技ですね。もうこの後のちーちゃんの好きすぎるぜってのもね、もうなんだよって話よ。ちーちゃん可愛すぎるぜって感じですね。でまあちーちゃんにね、釜をかけるお母さん。もうね、作戦は完全に破綻しておりますが、この状況をね、しっかりと、利用するお母さん、しっかりとからかおうとするお母さん、とても楽しそうで何よりです。さあ、この後のページですよ、6ページ。ここからの怒涛の展開。今回の話の真骨頂。ちーちゃんに向けて、はいと両手を広げて、抱きついておいでポーズのこのね、ハグの体勢をするお母さん。いやー、なんと美しいことか。ね、そんなお母さんの姿を見たらもう、ちーちゃんはね、うずうずが止まりませんよ、もう。いや、今はお父さんだからとね、葛藤するちーちゃん。でもね、そんな葛藤も結局ね、一瞬で吹き飛んで、わーっと、お母さんの胸めがけてヘッドダイビングを決めます。いやー、このわーちーちゃんがね、超絶可愛い。いやー、全力でお母さんにね、抱きついていくちーちゃん、超絶ね、可愛くて尊い瞬間なんですけども、さあ、ここからの展開、そしてセリフ、すべて要注目です。さあ、勢いよく、お母さんに抱きついたちーちゃん、その勢いに押されて、
元高木さん、お母さんはね、ちーちゃんに押し倒されてしまいます。お母さんはちーちゃんに押し倒されてしまいます。とっても大事なところです。そして勢いよく抱きついたちーちゃんはお母さんの胸に抱かれながら、我慢できないとね、無邪気にね、言うわけなんですよね。そして7ページ、右下のこのお母さんのセリフも、このセリフがね、ちょっとね、だいぶやばいんですけど。お母さんはね、天使の表情で微笑みながら、ちーちゃんをね、諭すわけなんですけども、もうね、100点満点の120点満点の笑顔爆発のちーちゃんに向けて、元高木さんが一言、お父さんだねーって。やべえ。お父さんなの？これ、お父さんなの？お父さん？そんな感じなの？西方もしかして肉食系男子説ある？てか、いいのこのセリフ。やばくない？全元高木さんファンがこれ、ざわついたセリフだと思うんですけど。お父さんと入れ替わってるであろうちーちゃんに押し倒されて、お母さんが笑顔で言い放ったセリフが、お父さんだねなの？そうなの？いや、ここのお母さんのカットもやばいんですけど、このね、ちょっと耳が見えてて、首筋だとか、鎖骨だとか、もうすべてね、丸見えの元高木さんですよね。いやー、もう良すぎる構図ですね。はい。いや、普通に服着てるだけなんで、別に何もなんですけども。いやー、いいっすね。このツイートの宣伝絵の元高木さんは、この絵がね、ものすごく素晴らしいと、色気があるとね、思うわけなんですけども、このイラストに帰結するわけですよね。このイラストのお母さんの体勢はこういうことでしたと。で、この後のコマですよね。お父さんがお母さんのセリフを聞いて即顔を真っ赤にしながら即否定するお父さん。汗がダクダクでね、本当に違うの？本当に？どっちが本当なの？本当に？そんな顔真っ赤で焦りまくるお父さんを尻目に、お父さんだぜ、お父さんだなーってやりよったりするこの親子よ、親子。なんだこの可愛すぎる世界は。床にこの寝そべる、寝転がるお母さんがね、もう天使すぎてね、そんなお母さんに抱きつくちーちゃんもね、可愛すぎてね、これを絵画にしてほしいわ。いや、これぞ後世に伝えるべき絵画だと思うんですよね。で、この最後のセリフですよ。お父さんが目線をそらしながらね、言い訳をするんですけど、しらばっくれるわけなんですけども、純粋にこのセリフが面白いっていうのプラス、お父さんってさ、西方ってさ、昔からね、嘘をつくときってさ、目線をね、そらす癖がね、あるって本編で言ってましたよね。で、しかもセリフ自体もさ、お母さんの言動を否定してないんですよね。ってことはよおい、西方よ。やってんなぁ。いやもしかしてこれ結構な確率でやってんぞ。真偽はね、わかりませんけれども、これはちょっと美味しすぎるエピソードですね。今回さ、話の展開が純粋に面白すぎてさ、終始僕笑ってたんですけど、この前半のからかいの失敗具合と、この後半のお母さんのからかい返しっていうのかな、この振り幅がさ、すごすぎて。もちろんね、少年漫画のお色気描写とかに比べたら、もう 1% ぐらいの成分ですよ、こんなん。でもその 1% の成分でこれだけちょっとね、妄想力を働かせてしまうというか、読者がドキッとしてしまうような、いや、そういう意味でもね、ちょっとね、破壊力が高すぎる話でしたね。個人的にはもちろん大歓迎なんですけど、いやー、なかなか振り切ったなーと思いましたね。いや、とっても美味しかったです。稲葉先生、ありがとうございました。というわけでいかがでしたでしょうか？今回の話はね、ほんとね、すごかったですね。はい。でもこれもね、元高木さんだからこそ見れた話なんで、いや、とっても素晴らしいエピソードでしたね。よかったら皆さんの感想もコメント欄で教えていただけると嬉しいです。というわけでよかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。スージーでした。じゃあねー。